シャドーイングやってみたんです。でも3日で諦めました。ああ、それすごくよくわかるよ。音声が速くて口がついていかない。しかも自分の声が変で恥ずかしくなっちゃって。うまくできない自分が嫌になってやめちゃうんだよね。でも実はシャドーイングが難しいんじゃなくて、やり方が初心者向けじゃなかっただけかもしれません。今日はたった5分から始められる本当のシャドーイングの感覚を一緒に掴んでいきましょう。改めまして、ななみです。たくみです。今日もゆっくり話していきましょたくみさん、シャドーイングってそもそも何のための練習なんですか？う。いい質問だね。シャドーイングは聞いた音をすぐに声に出して脳と口を同時に鍛える練習なんだ。脳と口を同時に？そう。読んで覚えるインプットとは違って、音とリズムと発音を体で覚えていく感じ。なるほど。でも、それが難しいんですよね。音声を聞いてすぐ真似しようとしても、全然追いつかないってなるよね。なりますなります。あれ、今なんて言ったのってなって、もう終わってます。それって実はすごく自然な反応なんだ。初心者がいきなりネイティブ速度の音声でやると、脳が処理しきれないってことですか？そう。脳がまだその音のパターンを知らない状態なんだよ。じゃあ、私には向いてないじゃなくて、うん。まだ準備が整ってない音声を使っていただけ。そっか。なんだかちょっと安心しました。多くの人が同じ場所でつまずいてるんだよ。問題は、やり方の最初の一歩が初心者向けに設計されてないことなんだ。じゃあ、正しいやり方ってどういうものなんですか？ちょっと想像してほしいんだけど、泳ぎを練習するとき、最初からどこでやると思う？えーっと、プールですか？そうだよね。浅いプールから始めて、少しずつ深いところへ行く。いきなり海では練習しないですよね。まさにそれなんだ。ほとんどの人がシャドーイングを始めるとき、いきなり海に飛び込んでいるってことですか？ネイティブ速度の音声。知らない単語だらけ。長い文章。これは初心者には深い海なんだよ。確かに、溺れるのは当たり前ですね。だから、最初は浅いプールを用意してあげることが大切。浅いプール。シャドーイングで言うとどういうことですか？短い文章、ゆっくりな音声、そして一つの文だけに集中する。この3つが揃った環境のことだよ。なるほど。環境から変えるんですね。そう。自分の泳動力に合ったプールで練習すれば、誰でも少しずつ泳げるようになる。言語も同じなんですね。じゃあ、具体的にどうやるのか話していこうか。はい。ぜひ教えてください。まず、一つ目は、音声のスピードを落とすこと。スピードを落とすですか？うん。YouTube やポッドキャストなら、再生速度を
0.75 倍に設定できるよね。ああ、それなら私にもできそうです。ポイントは、ゆっくりだから簡単じゃなくて、音のリズムが聞こえるようになるということなんだ。早すぎると音が全部つながって一つの塊に聞こえますもんね。そうそう。ゆっくりにすると、音と音の間が見えてくる。そこに口を入れられるようになるんだよ。なるほど。じゃあ二つ目は何ですか？二つ目は、一文だけ選ぶこと。一問だけ？うん。長い音声を最初から最後までやろうとしない。一つの文を完璧に言えるまで繰り返す。例えば、どんな文ですか？例えば、今日は天気がいいですね。これだけでいい。それだけでいいんですか？なんか短すぎる気がします。でも、その一文の音を、イントネーションも、リズムも完全に真似できたら、確かに、それって小さくてもすごいことかもしれません。その、できたという感覚が、シャドーイングを続ける力になるんだよ。うん。できないの繰り返しだとやめたくなりますもんね。そういうこと。そして三つ目が、声を出す前に3回聞くこと。先に聞くんですね。うん。最初から真似しようとすると、脳が追うことだけでいっぱいになっちゃう。あ、それまさに私がやってた失敗のパターンです。だよね。まず3回。ただ、音楽を聴くように聞いてみる。意味は気にしないで。最初はね。音のリズムと流れだけを感じてみるんだ。なるほど。その後で真似するんですね。そう。すると、口が動く準備ができている。音が知っているものになっているからね。スピードを落として一文だけ選んで3回先に聞く。この3つだけで全然違いそうです。しかも、この3ステップ、全部合わせても5分もかからないよ。本当ですか？それなら毎日続けられそう。じゃあ、実際にやってみようか。ななみゃん、一緒に試してみる？今、ここで？ちょっと緊張しますけど、やってみます。じゃあ、この一文ね。電車の中で本を読んでいます。はい。まず、3回、聞くだけにします。うん。音のリズムだけ感じてみて。うん。なんか、最初より音がクリアに聞こえた気がします。それが大事な感覚だよ。じゃあ、声に出してみて。電車の中で本を読んでいます。いいね。電車の部分、もう少しつなげて言うともっと自然になるよ。電車の中で本を読んでいます。そうそう。それだよ。あ、なんか言えた気がします。その、言えたの感覚、覚えておいてほしいんだ。それが、シャドーイングの出発点だから。できないからできるに変わる瞬間ってこんな感じなんですね。うん。しかも、今やったこと、何分だった？ 2分くらいですか？そう。この練習を毎日続けると、少しずつ文が長くなっても、口がついていけるようになるんだ。最初から
うまくやろうとしなくてよかったんですね。今日は一文だけで十分なんだ。まさに、シャドーイングができない練習じゃなくて、できる練習に変わる。それが、この5分の調整なんだよ。リスナーの皆さんも今日から試してみてほしいですね。難しく考えなくていいんですよね。スピードを落として、一文を選んで、3回聞いてから声に出す。この3つだけ。それだけで、シャドーイングが全然違うものになるから。今日の会話の中から皆さんに覚えてほしい表現を3つ選びました。はい。今日のベストフレーズ3選です。1つ目。口がついていかない。これは頭では分かっていても体が反応できないという感覚を表す自然な表現です。2つ目。一文だけに集中する。学習の場面だけじゃなく、仕事や練習の場面でも使える便利なフレーズですね。3つ目。音のリズムを感じる。シャドーイングだけでなく、音楽を聴くとき、会話を聞くときにも使える表現です。それでは、リスナーの皆さんへ質問です。皆さんは、シャドーイングを試したことがありますか？うまくいったこと、難しかったことを、ぜひコメントで教えてください。皆さんのコメント、楽しみに待っています。今日もたくさん練習しましたね。はい。でも、実は、真面目に勉強している人ほど、わとがで止まりやすいんです。頑張ってるのにですか？はい。ルールを覚えようとすると、話す前に頭の中が止まってしまう。ああ、それすごくわかります。あれ、どっちだっけってなりますよね。でも、実は、ルールより先に知ってほしいことがあります。それ、気になります。次の動画で、話す前に1秒だけ使える感覚を一緒に作っていきます。早く知りたいですね。次の動画、見逃さないように登録しておいてね。